はい、皆さん、こんにちは。ケイスケです。皆さん、お元気ですか？今日のテーマは、言いたいことを言うな。話せることを話せ。です。どういう意味と思った人もいるかもしれませんね。でもこれは、本当に言いたいことを我慢してください。という意味じゃありません。僕が言った言いたいことっていうのは、みんなが母国語で考える難しい表現や言葉のことです。みんなの母国語で言えることが日本語では言うことができない。口から言葉が出てこない。そんな経験ありませんか？例えば友達と仕事の話をしているとき、僕は週に3回リモートワークなんですよ。と言いたいけど、日本語ではリモートワークっていう言葉が口から出てこない。頭の中で母国語でリモートワーク、リモートワークと思っているけど、日本語の単語が出てこない。それから、えーっと、えーっと、と考えているうちに会話が止まってしまう。こういう経験は皆さんも一度はあるんではないでしょうか。特に大人の学習者ほどこのパターンにはまりやすいです。子供はまだ難しいことを言うことができないけど、大人は母国語で難しいことを言うことができるからです。でも、その難しいことは、まだみんなの日本語レベルにはないんです。僕もスペイン語を勉強しているときに同じことを経験しました。ある日友達と経済について話をしていたんだけど、経済ってちょっと難しいテーマですよね。その会話の中で僕はスペイン語でインフレと言いたかったんです。でもね、その単語が口から出てこなかったんですよ。頭の中でずーっと考えて黙ってしまいました。あれ、なんて言うんだっけ。ニュースで聞いたことがあるんだけどな。それから会話が止まってしまったんです。でも他の日、また経済の話になった時、今度は知っている言葉で言い換えました。物の値段がどんどん上がっていると説明したんです。すると相手にはちゃんと伝わって会話もそのまま続きました。この経験から僕は学んだんです。難しい言葉を探すより知っている言葉を使って言い換える方が会話はうまくいくんだなーっていうことです。例えばギターを始めてすぐプロのミュージシャンみたいに弾きたい。トロロ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 とか弾きたい。でも最初から難しいギターソロを弾こうとしても弾けませんよね。一つの曲を最後まで弾きたいなら弾かなくていいんです。ギターソロは必要ないんです。A と D と E、この3つのコードだけで弾ける曲はたくさんあります。日本語も同じです。知っている表現だけでも会話という曲を十分に演奏することができるんです。これは僕の趣味なんだけど、ラモーンズ、それから日本のブルーハーツとかのパンクバンドの曲は3コードでできているけど、いい曲が多いですよね。それから次の例えは、色の話です。絵が描きたいのに鉛筆と赤と青の絵の具しか持っていなかったら皆さんはどうしますか？多分素敵な絵は描けないなぁと思うかもしれません。でも青と赤を混ぜれば紫が作れます。鉛筆も強く描いたり優しく描いたりすれば絵の雰囲気を変えることができますよね。少ない道具や色でも工夫をすれば欲しい色に近づけることができるし、描きたい絵の雰囲気に近づけることができると思うんです。会話をするときも同じです。在宅勤務という言葉を知らなくても、家で仕事をする
と言えば伝わります。それからインフレという言葉が出てこなくても、物の値段がどんどん上がっていると言えばいいんです。母国語と同じように難しい単語を使って話さなくてもいいんです。ここでちょっとね、言語を学ぶ研究をした有名な研究者を3人紹介します。研究はまだ仮説ですから 100% 正しいと決まっているわけではありません。でもね、多くの学習者の体験とつながっていて、みんなの日本語の学び方のヒントになると思うので、紹介したいと思います。まず最初にアメリカの研究者のタローンさんです。この人はコミュニケーションストラテジーを研究しました。コミュニケーションストラテジー、難しいね。コミュニケーションストラテジーっていうのは、言語のレベルが低いときに相手に伝えたいことをどうやって伝えようといろいろな工夫をすることです。例えば、難しい単語が出てこないときに別の言葉で言い換える。それから、手でジェスチャーをして伝える。あとは、例を出して説明するなどです。こういう工夫は、皆さん学習者が実は自然に使っています。タローンは、この工夫が実際の会話の中でとても役立っていることを示したんです。特に言い換えは、会話を止めないためにも大切です。飛行機っていう言葉が出てこなくても、空を飛ぶ大きな乗り物といえば十分伝わると思います。これはね、今日のテーマ、話せることを話せとよく重なっている考え方なんです。それから次はカナダの研究者でメリル・スウェインという人です。この人はアウトプット仮説を提案しました。これは話したり書いたりすることも学習に必要だという考え方です。例えば友達と日本語で話をしていて、この単語知らないな、わからないな、と思う瞬間がありますよね。その場では知っている言葉で説明して会話を続ける。でもその経験のおかげで、この言葉後で調べようと思う。つまりアウトプットっていうのは自分の弱点を見つけるチャンスなんです。ただインプットするだけでは気づけないことにもアウトプットを通して気づけるんです。そして言い換えて会話を続ける力もここで伸びていきます。最後は知っている人も多いかもしれません。スティーブン・クラッシェン。彼のインプット仮説です。これは言語は理解できるインプットから学ぶことができるという考え方です。理解できるインプットっていうのは自分のレベルよりちょっと難しいけど意味が大体わかる文章や会話のことです。知らない単語が少し入っているストーリーやニュースを読むとき、文脈、コンテクストから、この単語は多分こういう意味だろうな、と理解できることもあります。インプットはすぐにアウトプットにつながらないこともありますが、言い換えるときの材料を増やすこともできるんです。たくさん聞いて読んでおけば、後で知っている言葉を組み合わせることがもっと簡単になるんです。今紹介した3人の考え方は違いますが、これは僕たち言語の学習者にとってはつながっていることだと思います。だから僕たちも言い換えとかアウトプット、それからインプットを意識すれば、もっと自然に会話が続けられるようになると思います。じゃあ次の言葉を知っている日本語で説明してみましょう。練習してみましょう。1番、インフレ。
2番、会議。3番、宿題。4番、冷蔵庫。5番、エアコン。6番、病院。7番、可能性。どうですかね？皆さんはうまく言い換えることができましたか？答えは一つじゃないですからね。大切なのは知っている言葉で説明できるかどうかです。今日のテーマを皆さんもう一度思い出してください。言いたいことを言うな。話せることを話せ。自分のレベルより難しい言葉を探す必要はありません。今持っている表現を工夫して使えば会話は続けられます。シンプルでもいいんです。十分に伝わるんです。言語、日本語とか英語とかね、スペイン語です。その言語はツール、道具です。コミュニケーションのための道具なんです。だから難しい単語を知っていることよりも自分の言いたいことが相手に伝わることというのが一番大切なんです。だから知っている言葉で十分。自信を持って話してみてください。今日のテーマは言いたいことを言うな、話せることを話せでした。ぜひこの考え方をね、意識して日本語学習を続けてみてください。それじゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとう。またね。バイバイ。